皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の12月の3日火曜日ですね。時間がほぼ予定通りで、珍しくですね、日本時間の夜の9時12分ということです。今日のメインテーマはこのコメント欄にアップしましたように、昨日の続きなんですね。人類が生き延びるためには生き延びる道は実体経済と地球環境を世界規模で日々破壊して自己増殖する金融経済支配を終わらせる、市民革命しかないというナンバー3ですね。ちょっと長い、タイトルですけど、今日のメインテーマはそういうことで、市民革命しかないんだということなんですね。今日のワイワイニュースライブの通算で2894回ということで、音声も映像も問題なく今のところ配信されているということです。ということで今日の放送を始めます。最新のお知らせですね。昨日月曜日、12月2日の夜放送しましたメインテーマ、続きですね。なぜ我々が今生活している社会である超金融資本主義社会は資本主義の最終段階なのかということで、このシリーズのナンバー2ですね。これの YouTube 表紙を書いていただきました。こういうことです。これは超金融資本主義ということで、この下の字がちょっと見にくいんですけど、なぜ我々が今生活している社会は資本主義の最終段階なのかということなのね。現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが259名様、YouTube が290名様で、全部で549ということです。それとあと明日水曜日ですね、12月の4日夜の放送は語学研修のためお休みさせていただくということで、この語学研修は1月の8日で終わるのかな。ですからそれが終わったらまた仏日語放送と英日語放送を復活したいということですね。皆さんからのコメントですね。これはコンティニューコインですね。ちょっと読めないですね。アットマークで数字があるやつですね。それからのこのこさん、コンティニューコインが2枚ですか。から砂月さんが今日のメインテーマをリツイートしてくれました。土山純さんですね。お茶バク転配信ありがとうございます。コンティニューコイン2枚ですね。いつもありがとうございます。そして今日の放送の前、コメントを入れてくれた砂月さん、レイバーフェストニュースナンバー1、話題の東京干拓を見逃すなということですが、それから砂月さん、断末魔の安倍清和会、本沢二郎の日本の風景と3513から田中龍作ジャーナル、香港発国際監視団の前で警察は昨日取り上げましたね。プロテスターを逮捕できなかったと。から砂月さん、世界を戦争に追いやってるアメリカ排外主義、ジョン・ピルジャー、マスコミに載らない海外記事ということですね。それから砂月さんが毎回アップしてくれてますけど、初めてのご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということですね。ということです。そして今日の画像ですけど、これまたしても安倍晋三の地元山口県に対してですね、異常な
ほどの公共事業を誘導しているという数字が出たんですね。これ日刊現代の記事ですけど、これ表が1と2なんですね。でこの数字っていうのはブロガーの大村大二郎さんという元の国税庁の職員だった方がブロガーになってこういう得意な分野で、集計してるんですね。で表が1、この赤い方ですけど、これは国から山口県への公共事業費で、ナンバー2、下の白いところが国民1人当たりの公共事業費ということで、上の1ですね。これ2011年民主党政権の時は山口県に対する公共事業費は681億円だったんですね。で2012年、これは12年の12月に安倍内閣が成立したんで、ほぼ安倍の影響がないということで532億円と。ところが2013年、安倍政権が発足した初年度ですね、急にですね、532から829億円になっていると。1.6 倍ですよね。から14年、すごいですよ、927億円。15年、1367億円。2016年、1620億円ですよ。だから2012年の3倍以上になってるんですね。で2017年が987、ちょっと減ってるんですけど、それでも2倍弱と。これはもうあからさまなですね、あいつの得意な自分と関係するところにどんどん税金等々を誘導すると、優遇するという典型ですよね。これ山口県ですよ。で表が2、これは国民1人当たりの公共事業費ということで、2012年、これは第2次安倍内閣、12月ですからほとんど影響ないんですね。以前ですね、第2次安倍政権以前で、山口県が1人当たり3万9000円と。で全国平均は2万9000円と。で広島県が3万1000円ということで、安倍政権の影響がない最後の年がこういう数字だったんですけど、2013年第2次安倍政権の初年度、一挙にですね、山口県は1人当たりの公共費が倍になったんですね。倍近く6万1000円になったと。で全国平均が4万円、隣の広島県が3万2000円ですよ。だから前年とほぼ変わんないんですけど、山口県だけが倍近くになっていると。これもう完全に誘導ですよね。そして2016年第2次安倍内閣4年目、山口県11万8000円ですよ。で全国平均が3万5000円、広島県がその煽りを食って1万7000円という、前年の半分近くなってるんですね。で山口県だけが前年6万1000円から 1.7 倍ぐらいになっていると。これは何なんだと。この数字見れば明らかに税金をですね、自分の地元に誘導しているという、もう国家権力犯罪そのものですよね。国民資産の横領、これ非常に分かりやすいんですね。これね、まさにおごる平家という砂月院さん、ひどいもんですねこれね。これぜひ今この数字をアップしますんで、ぜひ拡散してください。今日の画像ですね。これ日刊現代の記事
のタイトルがこれなんですね。また公金私物化疑惑と、安倍首相の地元で公共事業が異常激増と。疑惑じゃないですよ、もう真実ですよ。それで表1ですね。これどこまで全部入んないよね。だから2つですかね。よく調べましたね。大手マスコミ、この件は一切報道してないですからね。14年。これですね。14年。そして15、16、17と。これが表1です。で、表2。これは1人当たりの公共事業費。比較のベースになるやつですね、これ。2012年。12年。そして13年。13年。そして、安倍政権4年目の16年。露骨ですね。11万ですよ、1人当たり。その煽りを食って広島県なんかは1万7000な全国平均の半分ぐらいになっちゃってるという。山口県だけが全国平均の3倍以上ですね。広島県が3分の1になってるという。広島県民は怒んないといけないですよね、これね。何なんだと、これは。まさに国家権力犯罪そのものですよ。ということです。そして、表紙ですね。昨日の放送のメインテーマの表紙です。そして視聴者数ですね。549名様と。それから明日の放送はお休みさせていただくということですね。ということです。で、今日の注目情報ですね。これは日刊現代ですけど、藤井壮っていうんですかね。聡っていうんですかね。京都大学大学院工学部研究教授というこの方が減税すべしと、消費税を凍結せろという主張をしてたんですけど、案の定消費税減と 10% で地獄の扉を開けてしまった安倍内閣ということで、10月の消費税導入の
導入された10月の小売の売上が全体で 7.1% 減だということですよね。7.1% も下落ということです。日刊現代。7% も下落したっていうのはもう実体経済を破壊するために 10% を導入したという、もう完全に意図的にやってるんですね、実は。これは日刊現代です。今日の注目情報です。でもこの藤井さんという教授は最後ですね、この記事の最後に誠に無念であると言ってどうしようもないことを言ってるんですけど、違うんですよね。実体経済に課税しないで金融経済に課税せよっていう主張をすればいいんですよね。そのためには市民革命政権を樹立せよということを何で言わないんですかね。ということです。で、次に今日の推奨本です。推奨本で朗読。ジム・ロジャーズさんの日本への警告ということで、今日は49回目ですね。第5章、これからの時代に勝つ投資ということで、今日読むところは、価値があると知っていたから投資で勝てたということですね。ここ読みますね。2ページぐらいですね。価値があると知っていたから投資で勝てたと。ビジネススクールで教授をしていた頃、学生は決まって簡単な答えを欲しがったと。学生たちは私に答えは教科書の26ページにあると言って欲しかったようだが、現実はそのような簡単なものではないと。もっとも学校では本を読んで答えを見つけるのが普通だから学生がそう思うのも無理はないのだがと。お金持ちのことが書かれた記事を見て誰もがそれなら自分にもできるという。確かに記事ではとても簡単に稼いだように見える。しかし聞いたら誰もが利益を得られるような耳寄りな情報など存在しないし、信じると痛い目に遭うというのが私の意見だと。私自身簡単に答えを見つけられればと思うのだが、経験から言える結論は手間を省くことはできないということだと。たくさんリサーチをして思考し研究をしなくてはならない。その会社の人たちは賢いのか、誠実なのか、競争は激しいのか、多額の負債はないのか、そういった点を徹底的に調べるのだと。細部に注意を払えるかどうかが成功と失敗を分けると。だからどんなに些細なことに見えても小石を一つずつひっくり返すようにして調べないといけないと。大半の人が成功できないのは限られた範囲の不十分な調査しか しないからだと。徹底的に調べることは大変な労力を要するものだが、そのステップこそが他者との差をつけると。株に投資をするときには、私はすべての財務諸表に目を通し、細かい注意書きも見落とさないと。経営側が発表した財務諸表や見通しに関してはすべて裏を取ると。その会社のことはウォール街にいる 98% のアナリストよりも知っていると言えるようになるまでは投資をすることはないと。なぜそこまでリサーチを重視するのか。それは価値があると思うというだけでは投資をすべきではないからだと。価値があることは知っていると言えるまでは何もしてはいけないと。私は先んじて中国に投資をしてきたが、それは中国に価値があると思っていたのではなく、知っていたから勝つことができたんだと。こうしたリサーチを面倒に感じるのであれば、こう考えるといいと。もし生涯20回しか投資のチャンスを与えられないとしたらどうするんだろうかと。20回しかチャンスがないのであれば、めったなことでは投資に手を出さないはずだと。慎重にリサーチを行う気にもなるだろうという、まさにそういうことですね。
これは別に投資じゃなくて物事の真理、マスコミの嘘とか学者の嘘を見破るにはまさにリサーチなんですよね。ということです。そして、次のところですね。明日休みなんで、明後日木曜日、よく知らないものに分散投資してはいけないというところです。50回目ですね。なかなかあれですね、いいことを言ってますよね。ということです。レイさん、コンティニューコインですね。藤井氏は前内閣特別顧問、それでも言わずに折れないということですね。砂月さん。で、今日のメインテーマですね。現在、早いですね、21分19秒、22名様、全体で47名様、コメント16件ということですね。今日のメインテーマ、続き、人類が生き延びる道は、実体経済と地球環境を世界規模で日々破壊して自己増殖する金融経済支配を終わらせる市民革命しかないんだということです。ナンバー3です。で、日本の市民革命政権が実行する金融経済支配を終わらせ、実体経済を復活させる主要政策は以下の通りだと。これで1からですね、7。ナンバー3で、いくつなんだろう。ちょっと字が小さいんで見えないですけどね。一応1、実体経済の20倍近い規模に膨れ上がった日本ですよね。金融経済に課税してベーシックインカム、子ども手当、医療、介護、福祉、教育の無償化、返済不要の奨学金等の原資にするというのが基本政策の第1ですね。それで、解説1として実体経済とは何かと。これやはり、実体経済の定義ですよね。それは各国の国民が日々の労働によって国民生活に役立つ価値を生み出す国民経済のことを言うんだと。それじゃあ実体経済の規模とは何かと。日本の場合の2018年の実体経済の規模は、日本の2018年の実質 GDP の額534.5兆円であるということですね。で、解説3、金融経済とは何かと。それは株や社債や公社債、国債を含むや商品先物やデリバティブ、金融派生商品や FX などの金融商品を売買して、その差益を設ける博打であり、国民生活に役に立たない、価値を生まない博打経済のことを言うんだと。そういうことなんですよ。で、解説4、それじゃあ金融経済の規模とはどのぐらいなのかと。日本の2018年の経済規模、金融経済の規模、取引額は9517.1兆円であるということなんですね。で、その内訳として1、2、3、4、5、6挙げたんですね。一つは株の取引、東証一部641.8兆円と。毎日の取引額が2兆円とか 1. 何兆円なんですよね。で、2番目、社債 ETF 上場投資信託とレイト不動産投資信託の取引額年間 67.9 兆円と。から3番、公社債、これは国債を含む公的な国債とか地方債ですね。発行額、これは 177.6 兆円なんですね、年間。それからデリバティブ、金融派生商品ということで、これが日本の取引額が3098兆円と年間。そして、5番目に商品先物取引、これ年間 7.5 兆円と
まあ小麦とかトウモロコシとか、あるいは銅とか鉄とか金とか銀とか等々貴金属等々の先物ですね。で最大のものが6番目 FX なんです。外国為替取引証拠金取引なんですね。2015年段階で5524.3兆円ということですので、現在ではもっと増えてるんだろうということですね。それで全部合計すると9517.1兆円になると。でこれは実体経済の 17.8 倍になるということで、ですから、FX の最新の取引額がもっと増えてるんで、おそらく1京になってるんでしょうね。1万兆円になっているということで、20倍近いということですね。から解説の5、金融経済に 5% の金融取引税を課税するとどうなるのかということで、この 9517.1 兆円のに 0.05 かけると 475.8 兆円ということで、この 475.8 兆円の新たな税収が確保できるんだと。莫大な税収が確保できるということなんですね。で、2番目2番目の基本政策、市民革命政権の2番目の基本政策、消費税 10% を全廃して実体経済には課税しないということなんね。そうすると消費税 10% っていうのは 21.5 兆円なんですね。これを全廃するってことは 21.5 兆円が国民の可処分所得に回るわけですよね。でこの 21.5 兆円がそっくりですね GDP に反映されるってことはないんで、例えばその半分10兆円が反映されるってことになれば、消費によってですね、消費に回れば約 2% はアップするだろうと。これだけでいうことなんね。で、それからベーシックそうかベーシックインカムを導入すると、この原資を使ってですね、のベーシックインカム、これは基本的な考えというのは現在の日本国憲法の第25条ですよね。全ての国民は文化的、で最低限の生活を保障すると。保障するって言っても何にも具体的な予算処置してないんですよね。ただ文言を言ってるだけということで、ですから来たるべき我々の市民革命政権というのはそのことを忠実に実行するということなんでね。健康で文化的な最低限の生活を本当に保障するということなんですね。で、考え方は2つあって、無収入と低収入の国民全部で2500万人いるだろうという推定なんですけど、それに、その人たちに対して最高月20万年間240万のベーシックインカムを給与するということですね。で無収入の人、この人たちに対しては全額240万、そして低収入の人たち、例えば非正規労働者の平均年収は170万と言ってますので、その差額70万円を保証すると、補填するということなんですね。それで、全部で2500万人に、ベーシックインカムを給付すると総予算が32兆円だというふうなんですね。それから子ども手当の給付ということで、日本の若者の貧困率は13.9%、2015年で
17歳以下の子どもの約7人1人が経済的に困窮しているという子どもの貧困大国になってるんですね。ですから17歳以下の子どもの貧困をなくすために無収入と低収入の家庭の子ども推定250万人いるだろうという推定1人当たり月5万円年60万円の子ども手当を一律に支給するということなんで、で年間予算が15.3兆円と。から社会保障費っていうのは2018年の現在の政府予算では全体で329.73兆円になってるんですね。で内訳は4つあって、1つが医療、これは予算が118.07兆、次に年金同じように118.03兆、そして次に福祉その他予算が62.4兆。この中には生活保護とかですね等々が入るわけですね。そして介護が31.15兆円、トータルで329.73兆円と。これが2018年の現在の自民党政権下の予算規模なんですね。でこれをどうするかということで、まだ案が出てないんで、一応現状の報告ということで、ですよね。で9番目、教育の無償化ということで、幼稚園から大学院まで全ての教育費を無償にすると。でこの教育の無償化っていうのは全国民に、教育費の負担という非常に重いですね、家賃の次に、家計支出が大きいんですね。食費とか医療費とか衣服ですねなどと比べにならないほど日本の各家庭は子どもの教育費にお金をかけていると。おそらく一人の子どもに対して、塾とかですね、予備校とかあるいはテスト費とか等々で最低1万とか2万はかけてるんじゃないですか。それプラスいわゆる高校大学私立なんか行くととんでもない教育費がかかるということで、それを全部無償にするということは非常な家計負担が減るんですよね。多大な恩恵を与えるだろうということですね。で年間の予算はこれ GNP の大体 6% ですから30兆ぐらい必要なんですけど、現在の歴代自民党政府が日本の教育費に割り当ててる予算っていうのが半分なんですよ。15兆円で、これは OECD24 カ国中トルコに次いで最も少ない金額なんですね。ですから単内分は意図的に子どもと保護者を競争させて予備校に通わせるとか塾に通わせるとか、あるいは高い授業料を払ってでも狭い門をくぐって大学に入れるとかっていうことで競争をさせることによって金を払わせるというとんでもない仕組みになってるんですね。で10番目の解説、返済不能の奨学金の給付ということで、これは先月ですよね、フランスのリヨン大学の学生が2年留学して、奨学金、月5万円ぐらいを打ち切られたということを悲観して抗議して、リヨン大学の事務所の前で、石をかぶって焼身自殺をして 90% のやけどを負って、重体になったんですね。で、彼は言うには自分はオーランド社会党政権、そしてその次のサルコジ、そして、マクロンとこの3人の
大統領が進める自由経済主義に殺されたんだと、殺されんだということなんですね。で、返済不能の奨学金を無収入と低収入の家庭の18歳以上の高等教育、大学とか大学院とか専門学校の学生に月10万円、年120万円の生活費を返済不能の奨学金として給付すると。で、必要な予算っていうのがおそらく100万人ぐらいと推定すると 1.2 兆円なんですね。これが2番目のあれですね。で、3つ目の基本政策。日本銀行を 100% 国有化し、すべての決定権を国会に設置する常設委員会、日銀経営最高日本銀行最高経営委員会に移管して国民化するということなんですね。で、4番目、ロシアと国際金融マフィアが送り込んだ歴代自民党総裁と日銀幹部の国家権力犯罪を摘発するために国会にですね、日銀総裁、日銀、調査委員会を設置して特別検察官を任命して責任者を徹底追及するということなんですね。だから日銀のこの間戦後日銀の総裁っていうのは全てロシアで国際金融マフィアから工作員として送られてきた日本人が総裁をしてるんですね。ですから彼らが行ってきた日銀の金融政策が犯罪に当たるかどうかということを徹底的に追及するために国会の中に調査委員会を設けると。そしてその中心調査告発するスタッフを特別検察官として国会がですね、選任し必要な予算とそれから事務所等々を与えて徹底的に調査させるということが絶対必要なんですね。だから5番目、金融経済の力の源泉である信用創造特権の独占をロスチャイルド国際金融マフィアとその代理人から剥奪すると。それじゃあこの信用創造特権の独占というのは一体どういうことなのかというと、一つは日銀が持っている貨幣発行権ですね。これは日銀の貨幣発行権は実体経済の発展のみに使用すると。金融経済の使用は禁止するということが絶対必要なんですね。現在の日銀が350兆円もの一万円札を増刷して信用創造を行ってきたと、この6年間で。その使用先は一体どこかというと実体経済のないです。全額金融経済なんですよ。これを禁止すると。実体経済の発展のみに使用するように限定するというのは絶対必要なんですね。から次に信用創造特権、そっか、その結果国の借金1100兆円まで、国の借金が現在1100兆円なんですね。で毎年20兆30兆積み重なるということで、その借金の償還と金利、年間9兆円の金利を払うために100兆円の国債を発行するということで、借金の返済に借金で、支払うというとんでもないことが行われてるんですね。そのことを1100兆円の国の借金の償還と利払いを一時停止すると。6ヶ月間停止して、その間にこの借金をどのように解決するかと、ソフトランディングするかという解決策を決定すると。それまでに6ヶ月間一時停止するということが必要なんですね。
そしてこの1100兆円の国の借金を積み重ねてきたのは一体誰なのかと。歴代自民党政権の首相と財務省幹部の国家権力犯罪を摘発するために、国会に国の借金1000兆円調査委員会を設置して特別検察官を任命して責任者を徹底追及する必要があるんですね。からいくつ6番目、無からお金を生み出す準備預金制度を廃止して、民間銀行が預金者の預金の 1% を日銀に預託するだけで100倍の信用創造を得る仕組みは廃止するということだね。で、民間銀行は預金者の預金総額の範囲内で融資をするということなんです。だから1000億円の預金者の預金があるとすると、その1000億円を原資にして、融資すると。みんなそう思ってるんですが、実際違うんですよ。1000億円の預金がある場合、その 1%、10億円を日銀に預託するだけで1000億円の100倍、10兆円の信用創造が瞬時に得られるということで、民間銀行はその10兆円に高い利子をつけて、ありとあらゆるものを借金付けにするというのがこの準備預金制度なんですね。それを廃止して現金預金の範囲内で、融資するという本来の銀行の機能に戻させるということですね。それから次に、金持ちと金融機関が永遠に儲かる、金が金を生む金利を廃止するということが必要なんです。だから実体経済で、例えば若い人が起業すると言って、借金をすると、金融機関からなかなか借りられないんですけど、運よく借りられても高い金利がついてるんで、いくら頑張って、起業しても金利の支払いが負担となって、おそらく日本の場合の新規開業で成功する割合っていうのは100件に1件ぐらいしかないと思うんですね。その大部分の理由は金利なんですよ。高い金利なんですよ。だから安い手数料で金利なしで融資を受ければ、若い人が起業しても成功する確率は今よりも数倍跳ね上がるんだろうということですよね。だからイスラム金融っていうのは金利を禁止してますんで、イスラム金融で融資を受けた人の新規事業の成功率っていうのはすごい高いんですよ。80% とか 90% 成功するんですよね。金利がないから。それから全ての投機を禁止すると。これが必要ですよね。要するに、投機的な行為を全て禁止するということが、金融経済の息の根を止めることになるんですよね。そして、最後に特別会計を廃止して一般会計に統合すると。この謎のですね、闇の特別会計に、スポットを当てるということで、石井幸喜さんが一生懸命、ただ一人果敢に調査追及して、結局これで殺されたんですけど、このことをですね、この石井幸喜さんの意思を継いで、我々市民革命政権はこの特別会計を廃止すると、一般会計に統合すると。そして歴代自民党政権の政治家と国家官僚と財界の財布として国民の知らないところで運用されてきた特別会計の闇ですね、国家権力犯罪を摘発するために国会に特別会計調査委員会を設置すると。そして、特別検察官を任命して責任者を徹底追及するということが必要なんですね。それと最後、安倍晋三首相と黒田日銀総裁による2013年から現在までのアベノミクスという国家権力犯罪を摘発するために
国会にアベノミクス調査委員会を設置して特別検察官を任命して、責任者を徹底追及すると、こういうのがここまでやればですね、金融経済による絶対的な支配体制というのは崩壊させられるんですね。で、金融経済自体はゼロにならないですから、実体経済の発展に寄与する信用経済金融経済まで縮小するということになるわけですよね。ということです。アフターマッチさん、コンティニューコインですね。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信中ですと。石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。K さん、コンティニューコインですね。砂月日さん、これは読みましたね。ということで、今日のメインテーマのポイントをアップしますね。ジム・ロジャーズさんの今日読んだところ、これアップします。今日のメインテーマ続き、人類が生き延びるためには道は実体経済と地球環境を世界規模で日々破壊している、そして自己増殖している金融経済支配を終わらせる市民革命しかないんだということですね。だからさっき読んだ藤井さんの無念であるっていう、なんかもう解決策がないような悲観的な結びになってますけど、冗談じゃないよと。ちゃんと解決策はあるんだよと。それは市民革命だということですよね。で、日本の市民革命政権が実行するこれですよ。金融経済支配を終わらせて実体経済を復活させる主要政策は次の通りと。こんなことは本来だったら経済学者が言うことなんですよね。私なんかよりも。1、実体経済の20倍近い規模に膨れ上がった金融経済に課税すると。で、ベーシックインカム、子ども手当、医療、介護、福祉、教育の無償化、返済不要の奨学金等の財源にするということですね。財源はあるんですよ。実体経済しか考えないから財源はないって言ってるんですけど、実体経済の20倍近い規模の金融経済に課税すればいいんですよ。で、解説1、実体経済とは何かと。これは日々我々が朝早くから夜遅くまで働いて物を生産したりサービスを提供したり物を運んだり、あるいは病気の人を治療したり介護したり等々する、いわゆる価値を生む国民経済に、役立つ経済のことを言うんですね。で、その規模は何かというと、ほぼ GDP に匹敵すると。国民国内総生産か GNP。日本の場合は2018年度の実質 GNP534.5 兆円だということですね。それじゃあ金融経済とは何かと。これはもう金融商品を売買してその差益を
狙う博打経済だと。だから人の役に立たない利益、価値を生まない博打経済のことを言うんだということですね。でその規模は何かというと、金融経済の取引額は9517兆円だと。実に実体経済の 17.8 倍になるということですね。なんでこれに課税しないのと。なぜならば金融経済を支配している者たちが政治権力を支配しているからですよ。で取引額ですね。株一部上場の年間取引額641兆円と。から社債 ETF とかレイト不動産投資信託取引額 67.9 兆円と。から公社債、国債含むが177.6 兆円からデリバティブ金融派生商品、これがくせ者なんですね。今問題になっているのは CLO といういわゆる、銀行が業績の良くない企業に融資するという債券をパッケージにして、一つのわけのわかんないですね、金融商品に仕立て上げて、それを格付け会社スタンダード&プアーズとか3つあるんですけど、それに有料格付けをさせて、騙してですね、個人投資家とか機関投資家、日本の農林中金なんか12兆円買ってるって言うんですけど、ということは再びリーマンショックのよりも数倍の規模の世界金融恐慌が来るんだろうというふうに、ジム・ロジャースも言ってますね。数ヶ月以内に来ると。だから来年の春ぐらいじゃないですか。デリバティブ、そして商品先物、これ大したなんですけど 7.5 兆円で、最大のものが FX ですよ。外国為替証拠金取引、これが2015年段階で5534兆円ですって。これはいろんなあれですよね、機関投資家じゃなくて個人がやってるんですよね。で合計で9517兆円ということで、実体経済の 17.8 倍になると。だからアメリカなんかもっとでしょうね。実体経済が弱いですから、アメリカの場合おそらく50倍ぐらいになってるんじゃないですか、アメリカは。金融経済の規模は実体経済の50倍と。欧米先進国も大体そんなもんじゃないですかね、イギリスにしても。から解説後、この金融経済に 5% の取引税を課税するとどうなるかというと、年間 475.8 兆円の税収が新たに得られるというすごいことなんです。でこれを10年やれば5000兆円ですからね。ただ年々おそらく縮小するでしょうね。実体経済が伸びて金融経済が縮小するというふうになるでしょうね。から消費税 10% を全廃して実体経済に課税しないと。ですから 10%21.5 兆円が
国民の可処分所得に加えられるんで、少なくとも 2% ぐらいは GDP が伸びるだろうと予想されますよね。からベーシックインカム、これは憲法第25条が日本国憲法25条が規定している健康で文化的な最低限の生活を本当の意味で保障する財源なんですね。制度なんですね。で無収入と低収入の人2500万人に最高240万円のベーシックインカムを給付すると。そのためには32兆円の財源が必要となると。だから全部で400いくら75兆円の財源ですから十分賄えるということですよね。それから子ども手当、これは日本の17歳以下の子どもの貧困率が7人に1人ということで、子ども貧困大国になってますんで、これを子ども手当、250万人に、支給すると。月5万円、年60万円支給するということで、子どもの貧困をなくすということですよね。この予算が、15.3 兆円と。それと社会保障関連予算、これ現状ですね、2018年の予算規模、これ4つあるんですね。医療保険、医療予算と年金予算と福祉その他予算、生活保護と、から介護予算と、これ全部で 329.73 兆円になるということなんですね。で、これをどうするかというのはまだ結論が出てないんで、一応現状報告ということで、なんですね。それから教育の無償化、これは幼稚園から大学まで無償にすると。年間予算が GDP の 6% ですから約30兆円と。で現在15兆ぐらいしか自民党政権は支出してないですね。多大な家計負担を与えてるんですけど、これを無償化することによる実体経済は重しが取れるということですね。から返済不要の奨学金、これは無収入と低収入の家庭の17歳以上の高等教育、大学大学院専門学校生徒の学生を対象に月10万円、年間120万円を返済不要の奨学金として給付するということなんで、その対象が100万人とすると 1.2 兆円と。それから日本銀行を 100% 国有化すると。基本政策ですね、3番目。
すべての決定権を国会に設置する常設委員会、日本銀行最高決定委員会に移管して国民化すると。勝手にお前たち決めんなということですよね。で4番目、ロシアで国際金融マフィアが送り込んだ歴代日銀総裁と日銀幹部の国家権力犯罪を摘発するために国会にですね、日銀調査委員会を設立し、特別検察官を任命して責任者を徹底追及するということですね。日銀調査委員会、から5番目、基本政策、金融経済の力の源泉である信用創造特権の独占をロシアで国際金融マフィアとその代理人から剥奪すると。これが肝なんですね。で、信用創造特権とは何かというと、日銀から通貨発行権、信用創造特権である通貨発行権を剥奪して国会に設置する常設委員会、日本銀行最高経営委員会に移管するということですね。国民化すると。そして、日銀の通貨発行は実体経済の発展のみに使用すると。で、金融経済の使用は禁止すると。これが絶対必要なんですね。現在の日銀は 100% 金融経済に使ってるんですね。だから実体経済が伸びないんですよ。から政府財務省から信用創造特権である国債発行権と地方債発行権を剥奪して、国債と地方債の発行を禁止すると。だから借金は増えないということですね。これ以上。で、国の借金1100兆円の償還と利払いを一時的に停止すると。6ヶ月間停止して、その6ヶ月間の間にですね、いわゆるこの問題、借金問題の解決策を策定するということなんですね。どうすればいいのかと。ソフトランディングする方法をこの6ヶ月間で策定すると。そして国の借金1100兆円が一体誰がどのように積み重ねたかと。これは権力犯罪だろうということで、国会に、国の借金1100兆円調査委員会を設立し、特別検察官を任命して、責任者を徹底追及すると。必要ですよね。から無からお金を生み出す準備預金制度を廃止して、民間銀行が預金者の預金の 1% を日銀に渡すると瞬時に100倍の信用創造を得る仕組みを廃止すると。で、民間銀行は信用創造特権を剥奪した民間銀行は結局預金者からの預金現金の範囲内で融資するということなんですね。だからほとんど潰れるでしょうね。だから日銀が全ての金融サービスを行えばいいんですよ。無金利低手数料で。
金持ちと金融機関が永遠に儲かる、金が金を生む金利を廃止するということですね。イスラム金融では金利は禁止ですからね。そして全ての投機は禁止すると。投機行為は禁止と。それから特別会計を廃止して一般会計に統合すると。日本最大のタブーですね、これ。そして、歴代自民党政治家と国家官僚と財界の財布として国民の知らないところで運用されてきた特別会計の国家権力犯罪を摘発するために国会に特別会計調査委員会を設置し、特別検察官を任命してその責任者を徹底追及するということですね。だから石井興樹さんを殺したのは一体誰なのかというのを徹底的に追及し、その真犯人を逮捕起訴し刑務所に送り込むと。から安倍晋三と黒田日銀総裁によるアベノミクスの権力犯罪を摘発するために国会にアベノミクス調査委員会を設置し、特別検察官を任命して、その国家権力犯罪を徹底追及するということですね。これが今日のメインテーマです。これナンバー3ですね。時間が67分23秒ですね。同時期に視聴されている方38名様、全体で105名様、コメント56件ということですね。それで、今日のトピックスですけど、今日のトピックス、これか。桜でフェイクし日米 FTA 承認へと加担する野党の欺瞞的振る舞いと、メディアも何ら報道せずという長州新聞12月3日。これまさにそうですね。桜を見る会の問題が主流になって FTA の承認がほとんど議論もされず、野党も反対せず、ひどいもんですよね。これか。だから今の野党っていうのは偽装野党なんですね。自民党の別動隊なんですね、これ。から次、今日のあれですね、また公金私物化、安倍首相の地元で公共事業が異常激増と、これ日刊現代で、先ほど今日の画像で詳しく取り上げましたけど、で次、心臓発作疑惑のトランプ氏、事前公表せず健康診断もと会長アピールということで、おそらくあれでしょうね、心臓発作があったんでしょうね。彼何歳ですかね、70？ 45なんですかね。あれほどこう独裁的に
独裁的な政治を行っていれば心臓にくるでしょうね。からイエメン内戦、障害者450万人に大打撃と、国際障害者でアムネスティが報告したということで、すごいですね。内戦によって450万人のイエメンの身体障害者が大打撃を受けているという AFP の記事ですね。イエメン内戦ですね、これ。から社説、揺れる検察改革、試験台に上がった検察ということで、ハンギョレですね。なんか国会での検察改革に関する法案審議が全然野党の韓国自民党の妨害で進まないと、国会の会期がそのまま終わっちゃうんじゃないかという、日本のあれと似てますよね。会期終了で逃げるという。から5番目、性的被害者の女性アンドル A 王子を非難と BBC の番組でということで、だからもうイギリスの王室自体がもう腐ってるんで、日本の天皇制廃止と同じように英国王室廃止の運動を誰か言わないですかね。で、今日の重要情報、安倍首相の嵐ライブ鑑賞政治利用にファンが嵐に規制しないでと、吉本の次はジャニーズと、天皇即位祭典も政権の意向かということで、なんかわざわざ嵐のライブにのこのこ出かけたみたいですね。何でも利用するんだね、こいつは。リテラ吉本興業を利用し、今度はジャニーズを利用するということですね。だからこれを仕掛けてるやつがいるんですね。これはもうおそらく電通でしょ。得意な電通でしょ、芸能関係。ということです。なんか抜けてたかな。一つ抜けてましたね。今日の注目情報。抜けてないのか、いいのか。いいんですね。ということです。時間が1時間13分19秒。視聴されている方は同時期で40名様、全体で116名様、コメントが63件ということですね。現在日本時間で22時25分と、夜の10時25分ですね。今日の火曜日の放送、たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきましてありがとうございました。ということで今日の放送これで終わりです。お疲れ様でした。明日の放送お休みなんで、木曜日ですね、よろしければまた合流してくださいということで、当然次はこれは何だろう、 AKB かグループでしょうという砂月さんでしょうね。要するに若者狙いなんでしょうね。K さんお疲れ様でした。砂月さんお疲れ様でしたということで、皆さんお疲れ様でした。今日の放送これで終わります。